はい、皆さん、こんにちは。ヘタレニッチローです。さあ、今回はですね、このフリーホイールハブを回す、フリーホイールハブレンチですね。これ、木製オリジナルです。これの製作の仕方を紹介していきたいと思います。フリーホイールハブの方はですね、愛信製の一般的なフリーホイールハブになります。ビデオの最後でですね、私のこのサイズ、フリーホイールハブのサイズ紹介していきます。多分それと同じぐらいのサイズであれば使えると思います。こんな感じで使っていきますね。冬場とか冷たかったり、なかなか回りづらかったりしますよね。これがあると簡単に回ります。はい、だいぶ使い込んでます。割れも出たんでね、補強の釘も入れてます。あと、自己責任で制作の方よろしくお願いいたします。はい、道具の紹介になりますね。道具の方はですね、はい、こちらになります。画面に映っている道具がほとんどで、木工用の一般的な道具になりますね。はい、その中でですね、まずノコギリですけども、一般的なね、ノコギリよりは、こういった引き回しノコっていうんですけども、穴開け用のノコですね。こういった、これでなくてもいいんですけども、要するに刃が短くて細くて、目の細かいノコですね。これ使ってきます。それはですね、このオリジナルのものを見てみると分かるんですが、ここですね、アームを、ここはノコは簡単なんですけどもね、こちらのですね、はい、ここはいいんですが、こちらの溝の方ですね、ヘッドの溝の部分、こういう風にノコ入れてきますのでね、普通のノコだとかなりやりづらいと思います。適宜、目の細かい短めの細めのノコを用意してください。それからのみですね、のみの方もですね、まずこちらですが、こちらは、13もしくは14ミリぐらいの太さののみになります。このアーム部分を抜くときはですね、こちら使います。もうちょっと太くても大丈夫だと思います。13ぐらいですね。それに対して、こちらがですね、9ミリになります。太くても10までにしてください。9、8、9、10ぐらいの太さののみを使ってきます。それはね、こちらのヘッドの溝をね、抜くとき使います。これ以上太いとですね、この両端の出っ張り、フック部分ですね、こちらが細くなっちゃいます。弱くなっちゃいますのでね、10ミリ、9ミリですけども、10ミリぐらいまでの太さののみを用意してください。はい、私ここ割れました。割れてボンド入れて、クランプで2、3日挟んでから釘の補強を入れました。で、今回はですね、製作の最初の段階から補強の釘も打ち込んでいきます。それがこちらになりますね。はい、真鍮の釘になります。真鍮の19ミリですね。真鍮なりステンなりでやった方が錆びないのでね、いいと思います。かなり細いですが、長さは19ミリです。太い釘ですとね、ここ割れちゃいますのでね、で、こんぐらいの深さまで入るように、こんな感じですね、19ミリですね。はい、このぐらいまで補強の釘を入れてきます。はい。さあ、その作業の時ですね、下穴開けてきますね。下穴の方がですね、私、2ミリの鉄鋼用ドリルで下穴をこんな感じで開けていってます。深さは10ミリぐらいまで開けますね。はい、釘の長さが19なのでね、半分ぐらいまでの下穴開けていきますね。で、もしくはですね、これ木工用の下穴開けです。2.5ミリになってますが、先端の方はですね、1ミリないんですよね、これね。先端に向かって細くなってますのでね。で、先端の10ミリぐらいまでしか使いませんのでね、これでも大丈夫だと思いますね。ただ、これ以上太いとですね、釘がゆるゆるになっちゃいますのでね、2ミリぐらいまでの太さの、ドリルですね。これ使ってください。でですね、一般的な話になりますが、ドリルを入れるときね、さっきのヘッドの部分ですね、ヘッドのフック部分8ミリで細いので、必ずセンターポンチ入れてきます。センターポンチですね。はい。こちらになりますね。必ずここはセンター取ってくださいね。
そうしないとですね、釘が曲がって入ったり、あるいは割れが出たりとかねしますのでね、センターポンチで、センター必ず取ってください。それからですね、釘打った後ですけどもね、下穴開けてちょっと緩いのでね、これですね、釘締めで釘の頭叩いてしっかり釘を打ち込んできます。釘締めですね。はい、釘締めがもしなければですね、こちらの方のですね、はい、貫通ドライバーで代用することもできます。はい、こちらですね、貫通ドライバー、こちらになります。プラスでもマイナスでもいいと思います。貫通ドライバーですね。貫通ドライバーで釘の頭をはたくか、もしくはですね、五寸釘の先端ね、ヤスリで平らにして代用してもいいと思います。そんなことでですね、釘最後締めてください。はい。はい、最後ですね、紐の穴開けですけど、私は 9mm の木工ドリル使ってますが、10mm でもいいと思いますけど、ちょっと周りが細くなって弱くなっちゃいますのでね、9mm 開けました。8mm とか、もうちょっと細くても大丈夫。紐さえ通ればいいと思いますし、必要なければ紐穴開けなくても結構です。私、ぶら下げてますのでね。さあ、材料と寸法の紹介になります。まず、長さですけどね、オリジナルの方がですね、135になってます。ちょっと短めですね。こちらね、135になってます。で、今回揃えた材料はですね、それより少し長めにしました。135から150ぐらいの長さ。で、厚みの方はですね、25ミリになってますね。厚みはもう少しあってもいいと思います。幅ですね。こちら大事です。こちら26ないし27ミリぐらいの幅にしてください。でないとですね、ハブのね、先ほどのへこみ部分、ホール部分にですね、入りませんのでね、ここは必ず26から27、少し太かったらですね、ヘッドの先端部分丸めれば、入ると思いますけどね、あんまり太いともうあそこの穴に入りません。細いとですね、今度弱くなっちゃいますのでね、26、27のものを用意してください。はい、ハンドル握った状態でですね、アームとヘッドがこんな形で出てきます。で、こんな形で使っていきます。なのでね、もう少し長くても大丈夫ですね。今回は長めのものを用意しました。で、このアームとヘッドの寸法ですね、これから紹介していきますね。はい、まず先端からアームまでのこんな感じですね。アームとヘッドの部分。はい。先端からアームまでの長さをまず紹介していきますね。先端からアームまでがですね。はい。こんな感じ。先端からアームまでが、はい、65ミリになりますね。先端からアームまで65ミリ。はい。そこの部分にですね、ライン引いてきますね。それからですね、はい、ヘッド部分、先端から33ミリになってます。はい、だから先端から33と65のとこに、マーキングをしますね。33ですね。それから65ですね。はい、マーキング終わりました。で、ここからのノコを入れるんですけども、ノコの深さがですね、ノコとのみの深さ、はい、これで10ミリ。この部分ですね、アームの部分の刻みですね、刻みがですね、はい、10ミリになってます。そこをね、両サイドに、ラインを引いていきます。10ミリですね。はい、こんな感じで10ミリになってますのでね。はい、こちらですね。両サイドにノコとのみの目安をラインを引いていくことになります。はい、こんな感じでね、10ミリ、先ほどのアームとヘッドのラインからですね、両サイドに長方形10ミリでラインを引いていきますね。はい、左右交換しましたが、こんな感じでマーキング終わりました。はい、これでノコを入れてきますね。はい、ノコの方ですが、こちら慎重に入れてくださいね。垂直に入れてください。で、こんな感じでですね、最初ゆっくりで、ノコ目が入ったら早くしていけばいいと思います。で、くれぐれも深くノコ入れすぎないように、先ほどの10ミリのラインで止めてくださいね。弱くなっちゃいますのでね。
こんな感じでノコ入れていきます。はい、両側にノコ入りました。で、これでのみで抜きたいとこですけどね、これで抜きますとね、割れが出たりします。はい、のみがこんな感じで入りますが、なので私はこののみ幅に合わせてね、この中にもう2本ノコを入れてきます。この場合はですね、適当でいいです。もしのみが太ければ1本でも大丈夫と思います。電動の丸ノコなんかでガンガン刻み入れると、あとのみすごい楽に入りますけどね。私手のこで2本入れてきますね。こんな感じでのみ幅に合わせてもう2本ノコを入れていきますね。はい、入りました。はい、これでのみを入れてきます。はい、のみで抜きました。さあ、今度ヘッドの加工に入ります。ヘッドの方はですね、細い作業になりますのでね、ここくれぐれも気をつけて、割れとかね、起こさないようにやってください。はい、ヘッドのフック部分の幅ですね、これ8ミリになりますね。両サイドから8ミリ、8ミリの太さで、真ん中を溝を抜きます。なので溝の幅がですね、先ほどの、材料の幅が26、27でしたのでね、溝の幅は10から11という計算になりますね。両端から8ミリ残して溝を切ってきます。こんな感じですね。はい、8ミリの線を引きました。そしたらですね、先ほどのアームの部分と同じようにこちらにね、ノコとのみのね、目安を引いてきますね。はい、こちらのですね、深さが8ミリになります。8ミリですね。もう少し深くてもいいですけど、深すぎるとですね、弱くなりますのでね、8ミリ程度で十分足ります。はい、8ミリになりますね。はい、こちらはね、三角定規で引かないと引きづらいと思います。両端にだから8ミリの正方形ができるっていう感じになりますね。はい、こんな感じでライン入れてきますね。はい、こんな入りました。はい、ノコ入れてます。はい、ここはですね、ノコ慎重に入れてくださいね。斜めになるとフックが薄くなったりして弱くなっちゃいますのでね、垂直にさっきの8ミリのラインに合わせてノコ入れていきます。はい、こんな感じでノコ入りました。先端から見るとこんな感じですね。8ミリの深さに入ってます。アームの側から見ますとね、こんな感じです。アームは先ほど10ミリ抜いてますのでね、アームの深さよりもちょっと浅いです。仕上げとかもありますしね、あんまり深くすると何度も言いますけど弱くなっちゃいますのでね、8ミリで抜いていきます。はい、その際はですね、先ほどの9ミリののみで溝を抜いていくことになります。はい、ここも気をつけて作業してくださいね。割っちゃったらまた最初からやり直しですのでね。はい、のみ入れてます。はい、のみが入ります。割り方きれいに抜けました。はい、こんな感じで抜きますね。はい、それでですね、ここでね、のみを使ってですね、はい、こんな感じですね。はい、オリジナルと比べるとこんな感じで、大体同じような感じになってますね。はい、この時点でですね、はい、のみを使って、ささくれとかですね、そういったものを落としていきます。荒仕上げですね。で、ここ、フック部分ですね、あんまり削らないように、薄くしちゃうと弱いのでね、ささくれが落ちる程度に粗く仕上げていきましょう。はい、こんな感じですね。はい、そしてですね、のみで軽く仕上げて、あとファイル、ヤスリでですね、またささくれとかを落として、これも粗仕上げですね。そんなにこの時点で丁寧にやらなくても大丈夫です。はい、あと、面取りもね、軽く入れていきましょう。使ってるうちに丸くなりますけどね、一応面取り入れて、こんな感じで粗く仕上げておきます。こんな感じですね。はい。さあ、これで、あとは補強の釘を入れていきます。はい、補強の釘ですね。まず先ほども申しましたが、センターポンチで必ずセンター取ってください。はい、このフック部分がですね、弱いのでね、必ずセンター取って下穴開けてから釘を入れていきます。こんな感じですね。はい、位置はいいんですけども、必ずこのフック部分、膨らみ部分ですね、出っ張り部分のセンターに、
印を入れていきます。センターポンチ入れていきます。はい、こんな感じですね。こんな感じになります。はい。それで、じゃあ今度ドリルで開けていきますね。このドリルもですね、2ミリの細いドリルですね。で、深さは10ミリぐらいまで、それ以上深いと釘が効きませんのでね、10ミリぐらいまで入れていきます。はい、こんな感じです。でですね、ここもね、ゆっくり慎重に垂直に入れてくださいね。斜めに入っちゃうと意味ないのでね、割らないように、釘がはみ出ないような感じで下穴開けていきますね。10ミリぐらいまでゆっくり入れていきますね。はい。で、ドリルを抜いて、はい、10ミリぐらい入ってますね。はい、こんな感じでいいです。はい、穴開きましたので、はい、釘を打ってきますね。19ミリの真鍮の釘ですね。はい、で、その際にですね、はい、釘を打つ金槌の方ですけどね、こんな感じですね。はい、このぐらい深く入れないとならないですね。はい、金槌の方ですけど、丸い面と平らな面あります。丸い面で打ち込んでくださいね。そうしないと先ほどのね、フック部分、出っ張りの部分潰しちゃいますのでね。で、下穴開けてあるので軽く打っていけば入ります。こんな感じでね、軽く打ちます。あとビデオにカットしてますけども、釘締めでですね、釘をしっかり打ち込んでください。はい、その部分はもうカットしました。はい、それでですね、はい、紐の穴を今度最後開けてきますね。はい、こちらもですね、センターポンチでマーキングしてからになりますね。はい、センターのラインまで取ってませんけど、そこは大まかでいいですけど、一応ね、真ん中あたりに。で、このドリルもね、垂直に入れてくださいね。ここ斜めになると最後がっかりしますのでね。はい、ここまっすぐ入れてきますね。垂直にですね。はい。こんな感じで開けていきます。はい、こんな感じですね。はい、これで穴を開きました。はい、こんな感じですね。はい、オリジナルがこんな感じです。ちょっと長めですね。私はここね、ジムに JA11 っていうことをね、彫りを入れて、マジックで黒を入れて、その上から塗装をかけました。ここの仕上げはですね、こんな感じですね。私これ結構気に入ってます。なんですがね、ここはですね、仕上げ、各人の好みで、プレーンが良ければプレーンもいいですし、私みたいにね、車の名前なりね、車体番号なりをね、入れてもいいと思います。それか、もしくはステッカーとか貼るなりね、なんなり自分が使っててテンション上がるような感じでね、仕上げていってください。仕上げはね、各自好みで楽しんでください。はい、ご視聴ありがとうございました。それでですね、この後、私のフリーホイールハブのサイズの方ね、画像を上げてます。なので、大体そのサイズじゃないかなと思いますけど、私ちょっと詳しくないのでね、そのサイズなら使えると思います。なので、ご自分で作って楽しんでみてください。はい、そんな形です。はい、90ミリの外径ですね。はい、それからですね、愛心の文字が入ってる方が40ミリ弱の内径ですね。それから、つまみの側の内径がですね、46ミリ弱ですね。